こんにちは、ミッキーです。今回は奈良グルメ完全攻略15選。お寺巡りだけだと思われがちな奈良観光。実はそのすぐそばに旅の満足度がぐっと上がる穴場グルメや帰り道に立ち寄りたくなるカフェ、センスのいい手土産が隠されています。人気すぎて売り切れ必至のスイーツ、地元民が通う絶品ランチ、食べるのが欲しくなるほど可愛い和菓子まで、こんななら知らなかったと思えるスポットばかりです。今回は静かに楽しめてしっかり満足できる奈良の名店を15軒ご紹介。王道も抑えつつ奈良のグルメをまんべんなく堪能してきたので、奈良のイメージがきっと変わる今回の動画、ぜひ参考にしてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめは奈良市の中心部、近鉄奈良駅から徒歩2分の変なホテル奈良の1階に位置しますお天気パーラー。昭和のデパート屋上遊園地をイメージしたレトロで可愛らしいカフェです。店名のお天気には訪れた人の気分が晴れやかになるようにという願いが込められています。看板商品の一つがこちらの週末シトロン。今回はそんな週末シトロンを目当てに訪れてるんですけども、店内では喫茶利用も可能。レトロな家具に囲まれながら落ち着いた時間を過ごすことができます。奈良町散策の途中にほっと一息つける場所としても参考にしてほしいです。さて、そんなお天気パーラーで購入したのが看板メニューの週末シトロン。8個入りで2980円。ちょっとお値段はしますけれども、ぜひとも購入してみてほしいです。外はさっくり、中はしっとりとした食感のレモンケーキ。瀬戸内産レモンの果汁と皮を使った爽やかな香りが特徴的です。そんな週末シトロンは手作業で丁寧に仕上げられ、ギフトにもぴったりなこちらの上品なパッケージも好評です。ご自身のお土産にもおすすめですし、手土産としても抜群になっていますので、ぜひとも購入してほしいです。Sometimes you gotta pray for a victory. 続いては奈良を代表するスペシャルティーコーヒーの名店、六名コーヒー。近鉄奈良駅からほど近く、落ち着いた街並みに溶け込むように佇むこのカフェでは、自家焙煎の豆を使った高品質なコーヒーを楽しむことができます。朝のおすすめはこだわりのモーニングセット。今回もそちらをいただいています。いただけるセットに関しましては、ハンドドリップで丁寧に入れられたコーヒーがついており、その日のおすすめの豆を選んで味わうことができます。今回は開店直後に訪れていますので、席には余裕があったんですけれども、開店直後からどんどんお客さんが入ってきて、気づいたら満席になっていました。そんな奈良でも大人気のコーヒー店なので、ぜひタイミングが合えば訪れてみてほしいです。ちなみに六名コーヒーさんは実は東京駅の特集でもご紹介していますので、もし東京でもその味を楽しみたいという方に関しましては、動画を参考にしつつぜひ訪れてみてほしいです。そんな東京の店舗でも味わえるのが名物のクロワッサン。六名コーヒーのクロワッサンは奈良県産の小麦粉や米粉、国産の天然酵母を使用し、素材本来の風味や優しい甘さが特徴的。店内で生地から手作りして毎日焼きたてを提供しているため、外はサクッと中はもっちりとした食感を楽しむことができます。さて、そんなクロワッサンですけれども、季節のクロワッサンセットではその時々の旬の素材を使ったクロワッサンが主役。例えば春には桜あん、夏には柑橘や抹茶など、時期に合わせて具材が変わるので、訪れるたびに違った味わいを楽しむことができます。そんな季節感を大切にした目にも優しい一皿です。今回はそんな季節のクロワッサンを使ったセットと、もう一つはフレンチクロワッサンセットを注文しています。まず手前から、フレンチクロワッサンセットはクロワッサンをフレンチトースト風にアレンジした一品。たっぷりの卵に漬け込んだクロワッサンは表面はカリッと、中はとろけるような食感で、バターの香りが口いっぱいに広がっていきます。もう一つは季節のクロワッサン。今回は冬のクロワッサンです。クリームソースにナツメグとブラックペッパーを加え、キノコをふんだんに使用した一品。クリーミーなソースとスパイスの香りが体の芯から温まるような味わいを演出していました。
ちなみにフレンチクロワッサンに関しましては、後からシロップをかけていただくことでその味わいが広がっていきますので、ぜひその味の変化も楽しんでみてほしいです。もちろんこの6名コーヒーさんで提供されるコーヒー豆に関しましてはパッケージも美しいので、ぜひお土産用にも検討していただければと思います。続いては奈良公園の南端、三条通り沿いに立ちます魅力奈良バイザシェアホテルズに併設されましたカフェ&バー魅力テラス。昼はカフェ、夜はバーとして営業していまして、観光や宿泊の合間に立ち寄れます使い勝手のいいお店です。テラス席からは奈良の自然を感じることができ、東大寺や春日大社へ向かう道中の休憩にもぴったりです。宿泊者はもちろんのこと、観光客も気軽に立ち寄れる奈良散策の拠点となる一軒です。テラス席が魅力的でございますけれども、ご覧のように中の席も楽しむことができますので、例えば天気が悪い日は中でくつろぐのもいいかもしれません。メニューは非常にシンプルながら豊富なラインナップ。今回は大和茶をベースにしたドリンクやスイーツをいただいているんですけども、他のメニューも気になりました。さて、その中今回いただきましたのは大和茶オレ、そして大和茶バスクチーズケーキです。注目のスイーツはご覧のような大和茶バスクチーズケーキ。地元奈良県産の大和茶を使用し、しっかりとした茶葉の香りとほのかな渋みが濃厚なチーズのコクと絶妙に調和しています。表面は香ばしく焼かれ、中はとろけるような口当たり、甘さは控えめで余韻まで上品でした。続いては中谷堂。近鉄奈良駅から徒歩すぐ、東向き商店街の一角にあります中谷堂は全国的にも有名なよもぎ餅の専門店。2023年には食べログ和菓子甘味どころウエスト百名店にも選出されました実力派の老舗です。この店の名物はよもぎ餅。国産のよもぎをふんだんに練り込んだ餅は香り高く色も鮮やかな深緑色、中には程よい甘さの粒あんがたっぷり詰まっていまして、よもぎのほろ苦さと絶妙なバランスを生み出しています。そして名物は店頭で行われます高速餅つきの実演。職人の手さばきと掛け声が飛び交う様子は迫力満点で観光客の目を引きつけていません。この日も運よく餅つきの様子を見ることができたんですけれども、この実演自体が夕方には終わってしまいますし、この通り沿いにも行列ができてしまいますので、なるべく昼過ぎぐらいの時間を狙っていただいて訪れることをお勧めしています。そしてそんな高速餅つきの中で生まれたよもぎ餅を出来たての温かい状態でその場で味わえるのもこのお店ならではの魅力。奈良の散策途中に五感に楽しむ和のひとときをぜひとも体験してみてほしいです。ちなみにできている行列はこの餅つきを見るための行列だったりしますので、単純によもぎ餅だけを買いたいという方に関しましては行列をスキップしつついただくこともできます。サイズ自体も小ぶりになっていますので、少し小腹が空いている程度の時にぜひとも訪れてみてほしいです。続いては遠野茶屋。興福寺五重塔のほど近くに佇みます遠野茶屋は、古都の風情をそのままに伝える老舗の茶店。落ち着いた和の空間で奈良らしい食体験を楽しめると評判のお店です。名物は今回いただきました茶粥弁当。奈良の伝統的な郷土料理であります茶粥を中心に季節の野菜や煮物、小鉢などが美しく並んでいます。優しいほうじ茶の香りが立ち上る茶粥は体に染み渡る味わいで、胃にも心にも優しい一品です。素材の味を大切にした繊細な味わいは旅の合間にほっと一息つけるようなひとときにぴったりの品です。なお席数には限りがありまして、特に観光シーズンは混み合うので事前予約がおすすめ。この日も事前予約の上訪れています。静かな古都の雰囲気に包まれながらいただくこの絶品メニュー、この機会にお試しください。続いてご紹介しますのは福田。奈良市の歴史ある奈良町エリアに古き良き町屋の面影を残す一軒があります。そんなお店がこちら、和食の名店福田です。築100年以上の町屋を改装した趣のある建物。格子戸や土壁、梁などが丁寧に残されておりまして、訪れる人をしっとりとした和の雰囲気で包み込んでくれています。今回いただきましたのは数量限定の福田ランチ。
価格は選ぶメインによって異なりまして、ブランド豚は2970円、牛豚ミックスは3520円、奈良が誇る大和牛を使ったものはプラス550円で選ぶことができます。今回はそんな大和牛を使ったメニューを注文しています。店内はカウンター席のほか蔵を活用した個室も用意されているとのこと。今回は予約をしてカウンター席で訪れています。そんな福店さんで味わうランチは料理だけではなくて空間、器、接客まで全てに心が行き届いたひとときが味わえるような特別なコース。今回予約したように事前予約が推奨されていまして、特に週末や観光シーズンは満席になることも多いようです。一方で奈良の地で育まれた食材を一皿一皿に大切に盛り込み、季節の移ろいまで感じられるこちらの店、ぜひとも訪れてみてほしいです。さて、今回いただきましたランチ。セットには前菜、野菜盛り、中華麺、ご飯、デザート、そしてドリンクがついてきます。前菜では奈良の旬野菜を中心としたメニューが4種類並んでいまして、素材の持ち味を生かした繊細な味付けが特徴的でした。特に使用されます大和野菜は奈良県が認定する伝統野菜。農家と連携しながら新鮮な状態で仕入れています。そして今映していますのは野菜盛り。しゃぶしゃぶ用にカットされた色鮮やかな野菜を福田特製の出汁で軽く火を通しながらいただくことができます。この出汁には利尻昆布と鰹節を贅沢に使い、旨味を最大限に引き出しています。素材を引き立てる存在であります野菜盛り。一方で印象に残るようなそんな絶妙な味のバランスになっていました。そんな野菜盛りの後にいただきましたのは大和牛。この後映像でもご紹介しますけれども、大和牛は奈良県内で指定農家のみに育てられます黒毛和種。大和牛の特徴としまして、そのきめ細やかな霜降りと口の中でとろけるような柔らかさがあります。油の融点が低いため、体温で自然と溶け出しまして、上品な甘みとコクが広がっていきます。また熱を加えることで和牛香と呼ばれます芳醇な香りが立ち上がります。この後また別の大和牛の食べ方をご紹介するんですけれども、ぜひこの福店さんならではの大和牛の味わいも堪能してみてほしいです。そんな大和牛は2003年に設立されました奈良県大和牛流通推進協議会によって厳格な基準を満たした牛のみになっています。飼料や育成環境に徹底してこだわりまして、オレイン酸を含んだその肉質は脂がさらりと口溶け、赤身の旨味も抜群です。この大和牛自体も結構ボリューミーにいただくことができますので、満足感は抜群だと思います。火の入れ方は控えめがおすすめ。肉本来の旨味を引き出す絶妙な加減でしゃぶしゃぶしていただきつつ、タレや塩で素材の味をしっかりと堪能してみてほしいです。今回はしゃぶしゃぶスタイルでいただいていますけれども、もう一個上の福田コースというものは6000円程度でミニステーキがついてくるセットもありますので、もしお腹に自信がある方はそちらを注文されるのも良さそうです。ただ個人的には今回の大和牛コースでも十分にお腹いっぱいになりました。そんなメインを食べ終えた後は出汁を生かした締めの中華麺やご飯が登場します。中華麺は程よいコシがありまして、出汁と野菜の旨が溶け込んだスープをしっかりと絡めてくれます。またご飯に関しましても艶やかに炊き上げてくれますので、最後まで満足感のあるような構成になっています。またデザートには季節の果物や寒天寄せ、また手作りの和スイーツなどがついてきます。おそらくタイミングによっては提供されるメニューが違うかと思うんですけども、そういった部分も楽しみにしていただければと思います。この日はアイスクリームをいただきまして、お茶もセットでついてきました。続いては近鉄奈良駅から徒歩5分、静かな住宅街にひっそりと佇みます春菜日和。奈良の四季と風土をお皿の上で表現する和食の名店です。街の喧騒から少し離れた場所にあるこちらの店舗。店内はカウンター席とテーブル席を備え、ゆったりと落ち着いた雰囲気が流れています。今回注文しましたのはお昼の人気コース日だまり。税込み3850円です。奈良県産の旬野菜をたっぷりと使用した野菜日和に大和牛が加わった贅沢なランチコースが日だまりです。さて最初に登場しますのは季節の前菜盛り合わせ。青菜のおひたし、香味野菜の白あえ、自家製豆腐など素朴ながらも味わい深いメニューの数々で奈良の伝統野菜を五感に楽しむことができます。
一つ一つが少しずつになっていますので、その味わいを噛み締めつつ、この後の料理の期待が高まっていきます。続いては焼き物や揚げ物のご提供。地元の野菜を主役にしつつ、旬の天ぷらやこちらナスの煮浸しなど調理法の違いによる味と香りの変化も楽しむことができます。さて、こちらの映像ではホイルに包まれて提供される野菜の数々を堪能することができました。おそらく味噌と一緒にホイルで包みながら焼くことで、その野菜の味わいをさらに引き立てています。水分をしっかりと含んでいましたので、その野菜のみずみずしさも合わせて楽しむことができました。続いて登場しましたのはこちらのお吸い物。季節の野菜を使ったお吸い物も添えていただきまして、全体を優しく包み込んでくれます。続いてはこちら奈良県産の古代米。もちもちとした食感と独特の香ばしさが和の献立によく合います。また漬物もつけていただいたりとか、あとはだし巻き卵もセットでついてきました。本当に幅広い味わいを堪能することができますので、このコースだけでも十分にお腹が満たされますし、それぞれの素材一つ一つがヘルシーになっていますので、そういったところも満足感が高いメニューになっていました。さて、こちらの日だまりコース、メインとも言えますのが大和牛。先ほどの福田でもご紹介しましたけれども、こちらは焼いて楽しむスタイル。同じくきめ細やかな肉質と柔らかい脂の甘みが特徴の奈良県産黒毛和種を一人用の小さな鉄板で自分で焼きながら味わうことができます。焼き加減はお好みで調整することができまして、香ばしい音とともに立ち上がる香りが食欲をそそります。ぜひこの動画でもそのジューッと焼き上がる大和牛の魅力を堪能してみてほしいです。これだけでもこのお店に訪れる価値があると思いますので、3850円とランチにしては少し高いかもしれませんけれども、ゆったりと過ごしながら奈良の魅力を堪能できるという意味でチェックしてほしい店舗です。さて、そんな数々のメニューをいただけるこちらのお店、店主さんは奈良の味を奈良で伝えることを信条に、仕入れから調理、盛り付けに至るまで丁寧に向き合っています。そしてこのメニューの最後にいただきますのはデザート。食後は自家製のわらび餅や草団子、そしてアイスクリームがついた一品をいただくことができました。上品な和スイーツで締めくくるこちらのランチメニュー。最後まで奈良らしく堪能できるようなこの空間ごと楽しんでみてほしいです。続いてご紹介しますのは大和湾本店です。今回映していますのが大和湾の本店。もう1店舗近くにありますのが大和湾の離れ。さらに近鉄奈良駅の周辺にも大和湾の近鉄奈良駅前店もありますので、奈良駅および近鉄奈良駅アクセスがいい場所にはこちらの大和湾さんがあります。ですので今回のメニューも参考にしていただきつつ、旅の計画の途中で例えば私のように JR 奈良駅周辺で宿泊される方は、そちらの周辺にあるこの本店と離れを利用していただくのもいいですし、もし近鉄奈良駅周辺で観光されたりとか宿泊される方は近鉄奈良駅前店をご利用されるのもいいかもしれません。奈良県産の食材を中心に旬の味覚を生かしたメニューが揃い、観光客から地元の常連さんまで幅広く親しまれています。お酒も含めメニューは非常に豊富。ご覧のようにたくさんの種類の料理が用意されていますので、気になるものはたくさんあると思いますけれども、ぜひこの動画を参考にしていただきつつ、まず食べたいものから注文するのをお勧めしています。様々なお店があったんですけれども、個人的に三輪そうめんが食べたかったので、三輪そうめんのご提供があるこちらを選んでいます。さて、そんな大和湾さんでいただきましたのは、まずは宝祝という1号のお酒。軽やかな口当たりと米の旨味が広がるバランスの良い味わいで、食中酒としてもぴったりです。こちらのお酒を片手に奈良の味覚を一つずつ味わうのが大和湾流の楽しみ方とのことです。さて、ここからは料理を順々にご紹介。まずは揚げナスの田楽味噌を注文しています。とろりと揚げたナスにコクのある特製味噌がたっぷりかかり、じんわりと染み込んだ旨味が口の中で広がっていきます。続いてはとろ湯葉の刺身。大豆の濃厚な甘みが感じられる一品。とろけるような舌触りでお醤油などをつけていただきつつ、素材の味わいをじっくりと感じてみてほしいです。続いてはユニークな一皿。吉野天然鹿の手作りロースハム。奈良県吉野産の野生鹿肉を低温でじっくりと調理し、臭みを抑えながらもしっかりとした赤身の旨味を引き出しています。ジビエ初心者にも食べやすく、ワインや今回いただいたような日本酒とも相性抜群です。さて、今回お目当てにしていましたあったかい冷やそうめんのご紹介。
こちらの店では三輪そうめんを使ったメニューも非常に人気。あったかい三輪そうめんは優しい出汁とともに味わえます冬の定番です。加えてもう一ついただきましたのが三輪の焼きそうめん。こちらはごま油と具材の香りが食欲をそそる奈良ならではのアレンジ料理です。焼きそばだったりビーフン感覚でいただくことができますので、締めの料理としてもおすすめなのかもしれません。そして最後にいただきましたのはとろとろ大和豚の釜飯。こちらの店では釜飯も人気メニューでございまして、今回いただきましたとろとろ大和豚以外にもたくさんの気になるメニューがありましたので、締めにはこちらをいただくのもいいかもしれません。注文ごとに炊き上げる釜飯はホクホクのご飯に大和豚の脂の甘みがしっかりと染み渡り、一口ごとに幸せを感じられる一品でした。どの料理も奈良の素材と丁寧な手仕事が光るものばかり、ゆったりと食事を楽しむのにぴったりな空間でした。続いては2日目の夜に訪れました将来。奈良公園のほど近く、猿沢池のほとりに店を構えます将来。和の趣とモダンな感性が調和する隠れ家的な居酒屋です。店内は木のぬくもりに包まれた落ち着いた空間。こちらのお店は席数が限られておりまして、特に個室をご希望の方は事前に電話での予約をお勧めします。また鍋をいただく場合も予約が必要なので、予約は必須だと言えます。また予約の際には希望の日時や人数を伝え、空席状況を確認されると良さそうです。今回は静かな個室にご案内いただきまして、よりプライベートなひとときを楽しむことができました。そんな将来さんのお店の特徴は、奈良の地酒や素材を生かした料理の数々。まずお勧めしたいのがこちら、奈良県産の日本酒風の森。フレッシュで芳醇な香りが広がり、食事との相性も抜群。この他にも様々な日本酒がありましたので、お酒強い方は日本酒の飲み比べもしてみてほしいです。今回いただきました風の森はフレッシュで芳醇な香りが広がる食事との相性も抜群な一杯でした。通好みの一本として県内外のお酒好きから支持を集めています。また奈良らしいドリンクも揃っていまして、奈良サイダーや花山椒の香りが癖になります花山椒しびれハイボールもありました。お酒が飲めない方もこういったドリンクと食のペアリングを楽しめるのも魅力です。さて料理は一手間かけた酒、魚が中心。一つ前に移していましたのは牡蠣の奈良漬けとクリームチーズ。奈良漬けの香りと塩気がクリームチーズの濃厚さと交わって日本酒とぴったりの一皿でした。そしてぜひとも将来さんでいただいてほしいのは鍋料理。こちらは飛鳥鍋。1人前2200円からいただけるんですけども、コスパも抜群です。豆乳ベースの白いスープに豚肉や野菜がたっぷりと入って、まろやかで優しい味わいが心と体を温めてくれます。そしておつまみにもぴったりなのがこちら、大子と明太子の春巻き。ただの春巻きではなくてサクッとした食感と塩気が抜群に美味しいメニュー。チーズと明太子のコクを香ばしい衣が包みつつ、軽やかながら後引く味わいが魅力的でした。そして締めには酒麹リゾット。1人前400円からいただけまして、こちらもとてもお安いです。酒粕のほんのりとした香りとクリーミーな仕立てがコースの余韻を静かに引き立ててくれます。地元の食とお酒を五感で楽しめます大人の奈良時間。ぜひこちらのお店で体験してみてほしいです。続いてはスターバックスコーヒー奈良河野池運動公園店です。奈良市の北部河野池運動公園の一角に立ちますスターバックスコーヒー奈良河野池運動公園店。こちらは全国でも限られたリージョナルランドマークストアの一つ。過去にスターバックスのリージョナルランドマークストアを含めた全国のスターバックス特集もしていますので、よかったらそちらも確認してみてほしいです。今回は天気が良かったこともありまして、より極上に感じられました。地域の景観や文化に調和した建築と空間づくりで奈良ならではの魅力を発信しているこちらの店舗。ガラス張りの建物からは四季の風景が楽しめて、自然と一体になるような開放感が心地の良い空間です。特に朝の時間帯には運動公園の緑と柔らかな光に包まれてゆったりとしたひとときを過ごすことができます。そして朝の楽しみといえばモーニングセット。11時までは対象のドリンクを注文すると無料でサイズアップされる嬉しいサービスもご提供されます。朝活しつつ公園を散歩した後に
あるいはスポーツ前のひとときに自然と調和したこちらの空間でゆっくりと朝を迎えるのもいいかもしれません。今回の旅では朝食抜きで訪れていますので、朝少し早く起きてこちらのスターバックスに訪れています。別の動画でもご紹介していますが、朝こちらを訪れた後に、例えば春日大社の少し余裕がある空間の中で特別展示を見たりといった形で楽しめますので、ぜひそんな過ごし方も参考にしてみてほしいです。さて、こちらがモーニングでいただきましたモーニングセット。スターバックスラテはトールサイズの値段でグランデサイズでいただくことができました。少し風が強かったんですけれども、暖かい日差しがありましたので、外の空間でも十分ゆったりと過ごすことができました。フードでいただきましたのはイングリッシュマフィンとベーグルサンド。温めた状態で提供されますので、香ばしさも格別です。さて、そんなスターバックスコーヒーをちょっと離れた位置から見ていただきますと、また違った景色が広がります。もちろんこの河野池運動公園自体も絶景の一つでありますので、ぜひそんなゆったりとした時間も楽しんでいただければと思います。続いては東照大寺から少し歩くんですけども、ぜひとも訪れてほしいきなこ団子のお店。奈良の住宅街にひっそりと佇みます玉うさぎ本店です。地元で愛される神どころ。1本100円のきなこ団子は注文ごとに炙ってあげ、香ばしいきな粉ともっちりとした団子の食感がたまりません。店内の撮影はできないんですけれども、今回は購入後の様子をお伝えしています。東照大寺参拝帰りの一休みにぜひ足を運んでみてほしいです。続いては奥田精肉店。こちらは法隆寺参道の途中にある精肉店。食べ歩きにおすすめなサクサクのコロッケが1個120円で販売されています。ぜひこちらも参考にしてほしいです。さて、ここからはお土産のお店をご紹介。まずは三条通り沿いに佇みます朝岡土産所。大正13年創業の老舗土産店でございまして、ここに訪れることでほとんどの奈良土産を購入することが可能です。個人的には味噌せんべいのサイズなど様々なサイズ感での販売があったので、小分け用にとても嬉しかったです。そして自分用のお土産にもミカサといいます奈良県産小麦を使ったどら焼きを購入しました。素朴で温かみのあるお菓子。ぜひこちらも参考にしてほしいです。さて、JR 奈良駅で購入したのはアホロバ大仏プリン。JR 奈良駅構内の人気スイーツであるこちらのプリン。様々な種類があるんですけども、今回は小サイズの大和茶プリンをチョイス。奈良県産茶葉のほろ苦さと滑らかな甘さが絶妙に調和した大人向けの一品。ぜひ他の種類も含めてお土産用の参考にもしてほしいです。そして最後は奈良名品館。こちらは JR 奈良駅構内にもありますし、JR 奈良駅から歩いた三条通り沿いにもあります。今回は三条通り沿いのお店をご紹介。JR 駅のお店も訪れたんですけども、今回購入しました柿の葉寿司が売り切れてしまっていたので、ちょっと足を伸ばしてこちらで購入しています。今回購入しました柿の葉寿司はもちろんのこと、様々な奈良土産を揃えていますので、先ほどの朝岡土産所さんと合わせて確認してほしいです。柿の葉寿司、こちらも様々な種類があるんですけども、個人的なおすすめは5種7個入り。サバ、鮭、アナゴ、エビ、舞茸の5種類がセットになっていまして、それぞれの具材と酢飯が絶妙に調和。柿の葉の香りがほんのりと乗ったお寿司は、見た目も上品で手土産や旅の締めくくりにもぴったりです。ぜひ旅の最後までご堪能ください。さて、以上で奈良グルメの完全攻略。この後アフタートークも載せますけども、まずは振り返っていければと思います。奈良グルメは奈良という土地柄、日本の古き良き文化が食にも現れていたなと感じます。特に和食を中心としていますので、ヘルシーにいただけるところも奈良グルメのポイント。近隣の京都や大阪に比べると少し空いている印象ではあるんですけども、基本的にお店を訪れる際には予約を推奨しています。今回の動画の中でも予約推奨の店舗に関しましては一言言及していますので、そのあたりも参考にしつつ、旅の予定の中でまずは夕飯やランチを決めていただくのもいいかもしれません。また種類も非常に豊富で迷ってしまうかと思いますので、私の動画も参考にしていただきつつ、他のグルメサイト等も参考にしていただくとより楽しめるかもしれません。さて、ここからはアフタートーク。今回は旅グルメの記憶はどこからといったテーマです。旅の中でグルメを味わった時に後で振り返る瞬間があるかと思うんですけれども、例えばその時に食べた味わい、もしくはその食べた時の空間、皆さんはどちらの方で記憶が蘇るでしょうか。個人的には味もとても好きですけれども、意外とその空間自体から味を思い出すことも多いです。
今回の動画の中でもご飯自体もとても美味しかったですけども、例えば正代さんのような空間にとてもこだわった場所があったり、あとスターバックスに関しましても、今回ご紹介したリージョナルランドマークストアに関しましては、普通のスターバックスと違った分、意外とモーニングのセットだけでも記憶に残ってたりします。今後動画としてご紹介する際の参考にもしたいので、ぜひ旅グルメを思い出すときに、食で思い出すのか、それとも空間で思い出すのか、そういったご意見をコメント欄の方で教えてほしいです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。